いう指示をすると、3枚目を取って再生すると。はい。本日はこちら、ソニーのコンポになります。こちらの方はですね、MDS MS717 ということで、これ代表の型番なんですけど、それなりに大きなシステムコンポになってます。今回はですね、怪しい陳列シリーズということで、街のリサイクル屋さんで購入した、今回はですね、激安のコンポになります。よく見るタイプなんで、ちょっと触ってみたいなとは思ってたんですけど、今回すごい安い値段で購入できましたので、こちらでですね、遊んでみようかなと思います。それでは、早速、レッツゴーゴー熱い熱い。はい、ですね、こちらの方が、コンポになります。はい、こんな感じですね。なかなか、はい。もう、ペロッペロに、テープ貼ってますけど、こんなんで動くんかなっていうところなんですけどね。はい、やっていきたいなと思います。はい。こちらの方結構やばくないですか、これ。ねえ、この無造作で、埃もいっぱいだし、いやー、本当になんか動きそうにないような、コンポなんですけど、こちらちょっと見ていただけますかね。こんな感じで。これ1300円ですよね。で、こんな感じで、ジャンク品ですと。で、保証対象外っていう形で書いてますね。ミニコンポって言われる、コンポですね。今回購入したのは MD とラジオですね。FM で、こちら、アンプになってます。なので、これおそらくは、あと CD とかですね、テープ。で、LD とか DVD。で、ビデオと。他にもですね、たくさん、入力端子があるので、汎用性がありますよね、これ。本当にこの仕組みで、全部音を出したりとかですね、できるので、入力端子が非常に豊富な、コンポになってます。バブル以降のこれコンポだと思うんですけど、それにしては珍しくすごい複雑な、ことができるようになってて、なかなかマニアックな人には良さげなのかなと思ってます。デザイン的にはですね、私はリバティの方が好きなんですけど、こちらの方はリバティではない、その後の後続のミニコンポですよね、おそらく。保証対象外っていうことですよね。ジャンク品とは、現状私の商品で通常動作はいたしません。動作確認等はしておりません。部品取り等にご使用くださいということで、動作確認はしてないですけど、通常動作はしないというような、内容になってますね。なかなかですね、遊べそうな気がしていて、ちょっと楽しみですね。とはいえですね、このテープがね、ベラベラに、ついてまして、これちょっと剥がしていく必要があるのと、あと、ホコリが、ふわーっとこう、多くなってて、これちょっと、家ではね、あんまりこう、動かさないようにして、ホコリがですね、舞い上がらないように、ちょっと気をつける必要がありますね。撮影の内容ということで、怪しい陳列棚に無造作に置かれた、ホコリまみれのコンポなので、全く動くか、わかんないですよね。陳列棚もですね、いろんな商品がダダダダーっと置いてあって、もう無造作に積んであるんですよね。その中からもう取るのも大変な陳列棚なんですけど、本当にホコリまみれなんですけど、なかなかいいものがそこにですね、眠っていたりするので、私はすごい楽しくチェックしてますね、そこ。このコンポはですね、よく見かける、リサイクル屋に売られているコンポなんですけど、はい、今回は本当に安くで、購入できたという形になります。ただですね、スピーカーの方がちょっとないので、ちょっと微妙なところなんですが、はい、買ってみましたと。軽い気持ちで遊んでみようと思って購入したと。今回はですね、そんなゆるい動画になってます。MD がベースとなった、今回ですね、ミニコンポなのですが、拡張性もあり、使いこなすとですね、非常に、有効なコンポなのかなと思っていて、
使えるようであれば使ってみたいですね。おなじみの、治るか、治らないのかはもうさっぱり不明ということで、そんな動画のチェック修理、チェック動画になります。で、こちらの方はですね、1997年の、発売のバブル崩壊してからの、コンポになりますね。まだまだマニアックなコンポなんですよね。よいしょ、こんな感じですね。後ろがすごいいい感じ。こちらの方がまず MD ですよね。MD の、通常の入力と、出力。で、オプティカル、デジタル入力。で、オプティカル、デジタル入力が3系統もこれあるのか。で、BS 用と、LD、DVD 用ということで、3系統入力できるようになってます。で、システムコントロール。これがですね、連動して、電源をつけたり切ったりするときに全部連動するんですよね。メイドインジャパンになってます。と、こちらの方がですね、チューナーの部分ですよね。FM、AM ステレオということで、こちらの方がチューナー出力と、で、アンテナ入力。で、こんな感じで、コントロール T、TMR、IAQ と接続とか、こうなんかいろいろできるようになってますね。で、au iBus。で、こちらの方もシステムコントロールがついてますね。で、これがもうアンプと直結してるんですよね。だからこの3台だけで本当動かせるかどうかっていうのが逆にね、ちょっと不安になってきましたね。まあ、とはいえなんかいけそうな気がしてて、これはなんか余ってますね。大丈夫かなこれ。で、まあこんな感じで、チューナー、すごくないですかこれ。やっぱりまだまだバブル。コンポはバブルですよね。チューナー、CD、MD、テープ、BS、DVD、ビデオ。で、これが音声系の入力と。ということはこれあれか。映像系の入力がないから、本当に音声だけを楽しめるようなコンポになってるんですよね。だからビデオの映像の黄色の端子の入力ないですもんね。本当に音声だけに絞られてますね。リバティの方はですね、映像系も入力があったりしてたんですけど、こちらの方はもう音にこだわったコンポの仕様になってますね。で、スピーカーの、入力端子。インピーダンスは6から16オームという感じですよね。はい。まあ、こんな感じになってます。ちょっとこれ、テープの方を、ひんむいていこうかなと思いますね、これ。これ、何年もこれ、大丈夫かな。なんか、ベタつき感は、とりあえずないから良かったです。これ、ベタつくとですね、もう本当にやる気がなくなりますね。なんか大きさ違うんですよね、これ。全部奥行きが違いますね。ちょっとその辺は残念な感じですね。全部同じ大きさで統一してほしい。これあれかな、バラ売りしてたんかな。よし、こんな感じで、ちょっとまずは、正確的なところできっちり合わせてみたいですね。きっちり合わす。で、これにちょっとスピーカーをつないでやっていくんですけど、まず電源入れてみましょうか。はい、今ですね、コンセントつなぎました。こんな感じで表示されましたね。ちょっとまず、掃除の方をしていきますね。軽く。こちらですね。汚れ取り。うわ、汚いな。こちらの方、電源を入れていこうかなと思います。ちょっと電源入れるにあたってボリュームが最大になってないとか、ちょっと怖い部分があるので、それをチェックした後に電源を入れていきたいと思います。これか。これで全部つくんかな。いきます。電源オン。お！来た！お！
とりあえず全部つきましたね。いや、MD をこれ多分再生したらこれ MD に変わると思うんですよね。あれ変わらない。あ、じゃあほんならチューナーに切り替えたら、これ。バンドって合わせて、今チューナーに自動切り替えになりましたね。これがあれですよね。システムコントロールの役割ですよね。はい、MD がですね、どんな感じで動くのか、これすごい気になるところですよね。で、MD を3つ入れて編集をしたりとかですね。まあそういうことが、簡単にできるようになっているということみたいですね。でちょっと見てみたら、ここ傷いってますね。ちょっと残念な感じなんですけど。で MD をこう3枚入れて、もう本当に MD がベースになっていた時代のコンポなのかなと思いますね。まあ、テープデッキもね、あると思うんですけど、ちょっとトレイ開けていきましょうか。これかな。で、MD はこんな感じで、MD1、2、3、それぞれレックがあって、これは何やろ？ポインターになってるんですかね。MD1、2、3。で、表示パネルとか再生とか、ポインター合わせて再生とかですかね。で、これが早送り巻き戻しとか。で、エンターとか、こんなとこあります。で、録音レベルとかの調整もこういう風についていて、CD シンクロなんで、これを押したらもう直接 CD 再生しながら、録音できると。まあ、ただこれ CD が今ないので、その辺動かないと思うんですけど、それではトレイを開けていきたいと思います。オープン！あれ？なんで？ちょっと待って。聞かへん。何もならへんな。あ、ここに入れんのかな？なんか勘違いしてました。これがウェーンって開くんかなと思う。違いますね。MD になってます。1のところに入れましょうか。あ、向き違うんかな？あれ？ 2、これでええんか。3。なるほど。1に置いといて、閉めたらええんや。おお！なるほど、なるほど。トックリーディング。来た！ちょっと待って。再生。これは音出てそうだ。出すときは、これか。なるほど、なるほど。かっこいい、これ。やっぱり連想系のデッキってこういう動きするんですよね。ウィーン、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 みたいな。入っていった。すごい。いや、こういうギミック好きですね。はいはいはい。だから、これ今2枚目入れてるんですけど、これ1枚目、これ1枚目のところにもセットしといて、今、1と2が入ってると。で、今2枚目の方に、ターゲットしてるよと。これか。で、1ってやると、はい、1枚目の MD に切り替わりますよと。いうことでターゲットが変わるんですよね。で、1枚目の再生になると。で、3曲目とか、いきますね。ほう。はい。MD 読みましたね。ということはこれ、全く壊れてない。そういうことか。いや、めちゃめちゃ良かったですね、これ。で、ディスプレイ3。日曜日。スピーカーつないで音を聞いていきたいと思います。こんな、硬い。こういうセットをですね、作っていましたよ。ヤマハなんですけど、こちら。NXE300。こちらの方はですね、ロックオーブなので、まあおそらく、音がちゃんと鳴ってくれるんじゃないかなと思います。電源入れていきます。さあ、爆発しないか。大丈夫かな。よし。大丈夫。じゃあ一旦 MD 再生してみましょうか。
あれ、あ、MD の線繋がってない。これが MD なんですけど、MD のアナログで、このアンプにつないでいくという感じになります。アナログ出力と、これで、とりあえず一旦 OK かなと思うんで、それでは、今から音を聞いていきます。はい、音出てるかな？あれ？アンプが壊れてんのかこれ。マジで嘘。いや MD めっちゃ生きてんのにな。音出えへんわ。はい、今ですね、ちょっとチューナーとつないでみましたんで、チューナーから音が出るかちょっと見ていきます。あ、出てる。ちょっとですね、こちらの方のスピーカーが音が出ないですね、ちゃんと。こうガリかな。ちょっと FM つないでいきます。あ、いけた。6人でもお邪魔したいなと思います。ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで以上、リトルグリーンモンスターのまゆと朝日とみゆでした。はい、まあちょっとねバランスが真ん中ではこっちの方がちょっと弱くなってるんですよね。だからちょっとこっちを強めにしたバランスで今やるとバランスは取れてますね。ちょっとねガリが出てるっていう感じですね。ということはこのチューナーからの音出しは可能だったということは、こいつが再生できてるのに音が出ないということは、こいつの出力が悪いっていうことなのかなと思いますね。でこれはとりあえずは受けては音出てるんで、それかあれかな、この MD につないでやるとダメだとしたら、例えば CD につないで音出ししてみましょうか。 CD につないでみました。ああそうか、 MD になるよな。でCD にしたらこいつ停止する。なるほど。いけたいけた。そんなことないわ。いけてますね。ということは、こいつにつながる MD 入力が不具合あるんですかね。ちょっとそれもう一回見てみましょうか。あ、音出てる。何やったよ。出るやん。ということでですね、こちら、一応全部使える状況でしたね。ということはですね、どうしようかな。とりあえず何も壊れてないっていうのが分かりましたんで、ちょっとこの MD の、これのクリーニングやっていこうかなと思います。めちゃめちゃいい音。低音がすごいですね、これ。ちょっとダイレクトにしてみます。今ずっと音を聞いていくと、ちょっと音が安定してきましたね。最初ちょっとバランス悪かったんですけど、バランス真ん中でいい音をしてますね。使えるやんこれ。マジか。でもな、これ使えたとしても、私リバティあるから、このミニコンポを2台持っている意味がないんですよね。とはいえ、こいつだけはちょっと家で使いたいなと思っていて、FM とかこの辺いらんかな。これだけはちょっと家で、使えるようにしとこうかなと思います。リバティにこれつないで使うのもいいのかなと思いますね。でも結構儲けもんやったな。ハードオフテレビ CM に出演している、ハードオフに売りに行こう、ハードオフに売りに行こう、ハードオフに売りに行こう、ハードオフが買い取ります、親切で買い取ります、売るならやっぱりハードオフ。
分解清掃していきたいと思います。まあまあ遅いな。今ちょっと気づいたんですけど、これ MD のこのデッキの電源がですね、これシステムコントロールからこれ供給されてるんですよね。なのでリバティでこれを単体で使おうかなと思っても、このコントロールから電源供給されてるアンプが必要になってくるということなんですよね。単体で使うってことができないんですよね。うわー、もったいない、これ。もう全く使えないですね。いやー、どうしようかな。はい。まあ、とはいえ、これどんな感じなのかっていうのはちょっと見ていこうかなと思います。はい。ですね。連想系はですね、あんまり分解したくないんですよね。結構複雑で壊れてしまうかもしれないんで、まあ一回ちょっと開けてはみましょうか。左右2箇所。後ろが開けるとこないですね。左右2箇所開けていきます。非常に軽いんですよね。開閉の儀をしていきます。開封の儀。本当にあれですね。MD デッキですよね。ちょっと違いはここになってますね。この、なんかこういう高さ調節というか、こういうギアがありますね。こちらですね。電源周り、メイン基板、合わさってますね。ちょっとこの状態でどんな動作するか、ギミックが見たいですよね、これ。まずディスク1。ディスク1から今度ディスク3ですよね。ディスク3に、変えろという指示をすると、3枚目を取って再生すると。そんな機構になってますね。いやーでもこれ、普通に使いたいな、単品で。なかなかでもね、スムーズでカチャカチャ言わない。スムーズに出し入れしてやるから、アクセスもね、比較的早いですね。思ったよりも早い。いいなこれ。何でもできる人であればこれだけ単体の、デッキとして使うこともできるんかなと思うんですけど、いやー、私はちょっとね、素人なんで、これはもうこの3つ合わせて使うっていうのはちょっとしたくなくて、場所の問題とか。いやー、参ったなこちらですね、ゴムベルトがここにありますね。このゴムベルトが動くタイミングって何やろな。で、これが、録音のヘッドですかね。すごい。めちゃめちゃ上に立ち上がってますね、これ。こんな感じで。イジェクトしても動かないですね、これ。あれかな？録音のこいつ？このヘッドを動かすためのギアなんですかね。録音してこいつが動くかですよね。ちょっとやってみます。待って。で、ちょっと録音してみますね。あれ？ヘッドエラーですね。大胆にこう上げるためにこいつが動いてるんですよね。なるほど、すごいなこれ、この上がり方。踏切みたいになってますね、これ。普通のね MD とかやったらこんな上がらないですもんね。ちょっとこうキュッと上がるぐらいなんですけど、こいつはこの高さがあるんで、上げとけみたいな感じで上がってますね。スタート。あ、録音ね。
ちょっとあれやな、録音もできるか見ときましょうか。チューナーに合わせるとこんな感じでアナログインってなるんですよね。だからこの状態でアナログでの受け入れができてるという形かなと。で、これで録音を7曲目まであって、次8曲目かにラジオの放送が入っていれば OK ですよね。こんな感じで8曲目ニューで、これでいいかな。これでですね、8曲目に今入っていってると。これで再生していきたいと思います。あ、終わった。はい。これでちょっと再生して音が鳴るかですよね。ディスク1。あら、ブランクディスク？ん？あ、あれ？ 1。こちらの方ですね、再生は普通に問題なくできてるんですけど、やっぱり録音がね、できないですね。で、録音するとブランクディスクになってしまうという現象もありまして、ちょっとここの録音のヘッド、これがちょっとなんかおかしくなってんのかなと思いますね。なのでちょっとこの辺の清掃をするために、ここですよね、これこんな感じで綿棒を入れて、ヘッドの方がですね、黒くちょっと汚れてるところがあったので、それを今取りました。で、それで改善しないかっていうのをもう一回見てみたいと思います。Amazon Japan は今日から会員制プログラム Amazon プライムの会員費用年額4900円から5900円に値上げ。録音しましたんで、これでどうなるか見ていきます。あれ？あかんか。はい。まあ、ということですね。こちら、MD はダメでした。ちょっとずつ動いてるんですけどね。まあ、ということで、こちらですね。再生の方は問題なく、できるので、再生機として遊んでいくしかないかなっていうところですよね。MD はね、録音ができない場合はもう、やっぱりヘッドが傷んでる可能性があって、ちょっとその場合はどうしようもないんですよね。だから再生で遊んでいこうかな、これ。はい。それではですね、こちら、アンプの方も一回分解して、このボリュームとここのバランス、ここがですね、ちょっとガリがあって、こちらの方もおそらくガリが出てるかなと思うので、ちょっとこの辺ですね、分解して、ここメンテナンスの方をしていきたいと思います。開いた。はい、開きました。コンデンサー 50V、4700マイクロファラットのコンデンサーですね。これとか、あとは至って普通のコンデンサーになっています。ステレオアンプリフィア。大きなトランスが入ってますね。だから電源部分はここから、供給されている。はい。っていうことですよね。こちらの前面パネルですよね。この前面パネルを取って、ちょっとメンテナンスをしていこうかなと思います。ボリュームのところはですね、こんな感じで、見えてるので、ちょっとこの辺のメンテナンスができればやっていこうかなと。で、バランスとかですね、ここにはもう見えてないですね。多分この基板の裏になりますね。外してみましょうか。こちらですね。これでいけた？おっとっとっと。
あ、取れた。で、これ、ここに、前面パネルのケーブルがありました。で、こんな感じで外れましたね。はい。こんな感じになってます。で、これが前面パネルですよね。これがボリュームの部分ですよね。こんなモーターで、そうか、ボリュームはモーター操作ができて、リモコンでボリュームの操作するために、こんな感じでモーター噛んでるんですよね。これも取れんのかな。ほんでこのボリュームですよね。これ外しとかなあかんか。おそらくこの辺のネジ類外しとく必要があります。おお、取れた。取れました。この辺の可変抵抗を外しまして、ちょっとメンテナンスしていきたいと思います。はい。それではこちらですね。外していきたいと思います。この、あれかな。こいつを外しといたらいいかな。感じか。よし。で、取れそう。あ、取れた。はい。こんな感じで取れました。で、こっち側は、はい。ちょっとですね、休憩いたしまして、こちら、アパ社長カレー味ということで、これを食べていきたいなと思います。なんか、見たことありますこれ。これはちょっとね、まあ買ってちょっとレビューしようかなと思ってたんですけど、いやーなんか美味しくなさそうなんですよねこれ。アパ社長カレーちょっと一回食べていきましょうか。アパ社長カレーどんな味なんでしょう。なんかいっぱい入ってる。これが火薬。これは普通の火薬ですよね。きっと。あ、だからこれ、変なカレーソース。これふりかけ。なんかいつもと違うふりかけですよね、これ。香辛料や、これ。んで、これは、香辛料みたいな。あ、ふりかけ先入れたらあかんやん、これ。まあいいや。熱っ！このペヤングのソースがおそらくね、カレー味なんですよね、これ。3分経ちましたらですね、ちょっと食べていきたいなと思います。はい。こちらですね、今、お湯捨ててきました。ちなみにね、今日、声が出ないんですよ、あんまり。あー、カレーの匂いするわ、すごい。すごいカレーの匂い。うわー、カレーやなー。香辛料の匂いがすごいです。じゃあアパ社長にいただきます。これ美味しい。普通に美味しいですね。今のところ辛くもそんななく美味しい。ふりかけそのまま入れてたらもっと辛いかもしれないですね。美味しい。肉もちょっとあります、これ。こんな感じで。美味しい。想像よりも美味しかったです。美味しい。美味しかった。ごちそうさま。はい。それではですね、こちらのボリュームを今から取っていくんですけど、ちょっと今ね、この抵抗器のこれをですね、どんだけ回したかわからなくなって、
その場合でもこれ規定位置に合わしといたらいいんですかね。なんか回しすぎて音量がすごいでかくなるとかってないですか。この規定位置の場所にちゃんと戻してやれば音量って同じ音量になるんですかね。ハンダを取っていく必要があるということですね。でまずこの四隅めんどくさいな、この1234つこれを外してでこの辺も外していくという感じですよね。いやー外されへんわ。ちょっとですねこちらの方がですね非常に外すのが面倒っていうかなかなか外れなくてですね、ちょっとこれ厳しいですねなんかこの何箇所もでこうくっついてるのでこう一箇所取っても外れないんですよね。かといって一個ずつ外していったとしても外れない。だからこれ全部吸収させながらもう全部完全にハンダを取りながらですね取る必要があって、ちょっとですね今それをちょっと、やるのが厳しいなというところですね。こちらモーターの火炎抵抗はちょっと諦めようかなと思います。ということでこちらですね、ぐり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 回しながらですね、ちょっと、ここに接点復活剤入れたりとかしながら、ちょっと改善させるしかないかなと思うんですが、なんか、ちょっとこれ厳しいな、ということですね。はい。大変申し訳ございません。はい。こちらの方をちょっと中断します。はい。とりあえずですね、こんな感じで再生はとりあえずできるので、ちょっとこれは太刀打ちできないというか、録音ができないデッキでした。なので、ちょっとこちらですね、ヘッドのクリーニングはしたんですが、動かなかったということになります。今回はちょっと、残念なんですけど、とりあえずアンプと、こちらですね、チューナーは普通に使える、コンポになってます。なのでこれがね、ほんと欲しかったんですけどね、これが使えない。録音ができないっていう代物でした。今回はダメだったということで終わりにしたいなと思います。はい、本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。